ご視聴ありがとうございます。今回は東京臨海部の交通機関に迫ります。2020年から規模を拡大してきたあのバスの現状と将来の展望と課題を綺麗な車窓と一緒に解説します。思わぬところから出てきたあのライバルにも注目です。ここは東京の湾岸エリアを走る私鉄臨海線の国際展示場駅です。お台場エリアの拠点の一つで同じく湾岸エリアを走るゆりかもめの駅が右横にあります。ただし今回乗るのはそれらの路線ではありません。駅舎の反対側にあるのがこのバス乗り場。ここは東京 BRT という湾岸エリアを走るバス路線の乗り場です。国際展示場駅を発着するようになったのは今年4月からで、乗り場は駅舎から一番離れており、屋根もありません。乗り場案内ではこの通り、存在感がまだ薄めです。駅舎の前を颯爽と横切る車両。普通のバスとは違い、前後に分かれた車体をつなげた連接バスと呼ばれる車両です。車両がこちら。全長は実に18メートル。後ろを通ったマイクロバスと比べると圧倒的な存在感で、一般的な路線バスの車両も長さ10メートル前後なので圧倒的なサイズ感です。車体中央には目立つ見た目の連接部分が、前後の床面との段差がないように工夫されているものの、走行中に立ち止まらないよう注意喚起のステッカーがあります。ドアは全部で3カ所で、最後のドアを過ぎると段差があります。後ろの座席は向かい合わせ。一番後ろには燃料タンクがあるのか、座席は横一線ではありません。出発です。乗り場が駅舎の向かい側にあるため、出発時にはロータリーをぐるりと回ってから道路に出ます。曲がっている時の車体の折れ具合もなかなかですが、これはまだ序の口。ロータリーを出て、左前にゆりかもめの有明駅が見えてきました。ゆりかもめの新橋駅が起点だけに、比較が気になりますね。ここで大通りに合流し、ゆりかもめの高架下を走ります。そしてこのバス、乗客は私だけ。平日朝6時50分発の新橋行きの割に寂しい状況ですが、国際展示場駅の周辺には住宅が少ないので、これはまだ想定内。次のバス停、有明テニスの森で20人弱の乗客が乗ってきます。この辺りではまだ開発途中の場所もあり、臨海公園に続く道路は塞がれています。左車線に止めている車を横目に、ハイブリッド車の力強いエンジンで上り坂を駆け上がります。視界にはセミの鳴き声の響く森と運河が、右奥にはレインボーブリッジも見えてきました。ここから先に行く前に東京 BRT の概要をおさらいです。東京 BRT は2020年10月に運行を開始した交通機関。現在、湾岸エリアに3つのルートがあります。BRT はバスラピッドトランジットの略。バス高速輸送システムとも呼ばれ、定義ははっきりしていない部分もあるものの、現在国内外で BRT と呼ばれるものの多くが、専用走行車線を確保し、速達性や定時性に優れ、大人数を一度に輸送できるバス車両をベースとした交通機関です。ただし定義は曖昧で、これに該当しなくとも BRT と呼ばれるケースもあります。国内では、東日本大震災で大きな被害を受けた在来線、JR 気仙沼線や大船渡線の復旧のために導入されたものが有名です。鉄道よりも低コストで運用できるため、災害の有無に関わらず、ローカル線の代替として検討されることも増えました。諸外国では、バス専用道路または車線を設けて遅延を防ぐのが一般的で、交差点が優先的に青信号にされたり、バスの進路と交差する車両の流れをなくす施策が取られることもあります。運賃は停留所で支払う方式とし、料金の支払いで遅延するのを防いでいるケースも見られます。東京 BRT 構想が持ち上がったのは2014年8月。鉄道空白地帯だった晴海エリアの交通手段として、ルート上にあった築地市場跡地を通る道路計画などと歩調を合わせ、計画が進められてきました。2020年10月に、プレ運行一時と呼ばれる運行形態がスタート。元は東京五輪前の5月開始予定でしたが、感染症の影響で後ろ倒しになりました。そして、当時のルートは一つだけ。東京五輪の終了後、今年4月から始まったのが、プレ運行2時。今はこの段階です。プレ運行1時のルートは豊洲経由で延長され、豊洲市場や国際展示場などを通る幹線ルートが新設。
新橋勝ど期間を往復するルートも新設されました。プレ運行2時はもっと早く始める予定だったのですが、22年1月から3月に行う予定だったバス停の新設工事などの入札が不調に終わったため、予定よりもずれ込んでいました。4月28日には幹線ルートを中心に増便され、40分と20分間隔が混在していたのが、20分間隔に揃えられました。この幹線ルート、同じく湾岸エリアを結ぶゆりかもめとは違って、ショートカットするルートになっており、国際展示場から新橋までの所要時間は、標準で15分から17分ほど。24分のゆりかもめより早いです。一方、幹線ルートは隣の東京テレポート駅まで伸びており、こちらと新橋との所要時間は23分。13分のゆりかもめに大差をつけられていますが、そもそも東京テレポート駅まで行くのは、土休日の数本だけ。現状は、国際展示場が終点と考えた方が良さそうです。車両は3種類。このうち連接バスは、それまで海外製ばかりだった中で初めての国産車両で、部品供給がしやすいことから、国内の連接バス導入に弾みがつきそうです。海外製だと、部品が手配できなくて何ヶ月も動かなくなったり、何かと大変です。119人の定員を誇る連接バスですが、台数が少なく、幹線ルートの一部に限定されています。そのため現時点では、単車と呼ばれる普通の車両での運行が大半です。将来的には、東京五輪の選手村を転用した住宅地、晴海フラッグへ至る系統も新設予定で、交通拠点も整備予定であるなど、湾岸エリアの交通を担うことが期待されています。ここで右に曲がるゆりかもめに対し、東京 BRT は直進します。今通過したのが、豊洲市場前バス停。かつては感染症対策で、全てのバス停に停車していましたが、今年4月から高所の知らせがなく、バス停に人がいない場合は通過することになりました。そしてこの先で、先ほどよりも大きな橋を渡ります。これが豊洲大橋。本体工事は2008年に終了していたものの、築地市場跡地の道路計画の遅れもあって、開通が遅れていました。17年2月には、五輪選手村の工事車両だけ通れるようになり、その後18年11月に一般車が通れるようになりました。左側には晴海フラッグの建物が並び、道路整備などが急ピッチで進んでいます。次の交差点を過ぎると、右側にもマンション群が見えてきます。そしてその先で、車線が分岐。この次の交差点をショートカットできるルートもありますが、このバスは下の車線に移り、交差点を過ぎて、勝どき BRT バス停に到着です。都営地下鉄大江戸線の勝どき駅からは500メートルほど離れたこのバス停、高層マンションの足元にあるため利便性も良く、20人ほどが乗車してきます。この次の橋は、築地市場跡地の道路につなげるために作られたものです。今では橋を渡って直進していきますが、かつては市場跡地の整備が済んでいなかったため、向かって左、画面奥に S 字カーブで曲がるルートでした。そしてこの先で、車線が再び分かれます。上の車線はこの先で交差点になるのに対し、今走っている下の車線はトンネルに入り、交差点をショートカットして進めます。速度制限は時速50キロ、快調な走りっぷりです。今度は車線が左右に分岐。奥の車道はそのままトンネルを走りますが、こちらは再び地上に出ます。その出口にも交差点があり、他の車両と同じように信号待ちをします。この信号を右折したゆりかもめの高架下に入ってから、新橋バス停の直前で、次の交差点を左折。いわゆる内輪差というやつなのか、豪快な左折っぷりです。連接部分の様子がこちら。早く降りたい気持ちはわかりますが、ここを踏むのは危ないですね。お父さんに引っ張られて、後ろに引き戻されていました。バスの向きが戻ると、新橋バス停に到着です。このバスは新橋止まりなので、すべての乗客が降ろされます。虎ノ門ヒルズ行きのバスは基本的に晴海豊洲ルートだけで、ここで次を待ちます。幹線ルートも晴海豊洲ルートの20分間隔で、新橋駅での間隔が均等なため、日中は10分待つことになります。東京 BRT の運賃は、大人220円均一。指定のバス停で60分以内に乗り継げば、2回目の乗車は無料。ただし適用されるのは Suica と PASMO だけで、他の IC カードや現金は適用外。また、
大人500円の1日乗車券はスイカかパスモにしかデータを載せられず、現金払いもできません。一方、私が乗っていたバスは少しだけ進んでから奥で停車。ここでは逆方向の乗り場が前後に並んでいるのです。7時台のバスですが、乗客はそこそこ乗っています。次のバスは普通のタイプのバス。こちらはハイブリッド車ではなく燃料電池車のため、走りはとてもスムーズで、音も静かです。車内の様子がこちら。色合いはさっき乗ったバスと同じですが、座席は1人分ずつ独立しており、印象が違います。なお、先頭部には高さのある出っ張りがありますが、左右両方に1人掛けの座席があります。また、タイヤの出っ張りの上には、足乗せ用の滑り止めがあるなど、細かな配慮も忘れていません。新橋駅を出て左右に曲がり、虎ノ門ヒルズを目指します。この真下には先ほどのトンネルで分岐したトンネルがまだ続いており、この辺りにはそのトンネルに合流できる入り口もありますが、東京 BRT のルートとは噛み合わないため、地上を走り続けます。東京タワーを見ながら右折。右奥の建物が虎ノ門ヒルズの住宅とレジデンシャルタワーです。そしてひときわ存在感のあるこの建物が虎ノ門ヒルズ森タワー。終点のバスターミナルはこの隣にある虎ノ門ヒルズビジネスタワーの1階にあります。次を左折してビルの横から回り込みます。一旦歩道を横切るので車体が結構大きく揺れます。連接バスもここには入れるようですが、この運転には気を使いそうですね。バスターミナルは一般車の駐車スペースや車寄せの横にあり、意外と広くはありません。降車スペースは車体全体にはかからず、連接バスの場合は後ろのドアがはみ出します。連接バスが運行される幹線ルートがここまで来ないのは、バス乗り場のスペースの関係でしょうか。途中で通り過ぎた豊洲市場前に戻ってきました。晴海豊洲ルートの乗り場はこの横、去年4月にオープンした複合施設、道のテラス豊洲の下のバスターミナルにあります。ちなみに今映っていたメブクス豊洲はオフィスビルの方です。少し歩いた先に晴海豊洲ルートの乗り場があります。それほど離れていませんが、幹線ルートの新橋方面乗り場は道路の向かいにあるので、信号待ちが煩わしくなりそうです。幹線ルートをここに入れると遠回りになるため、乗り場を分けたらしく、乗り場の名称もそれぞれ異なっています。ちなみにここ、東京 BRT の中では珍しく、屋内型の待合スペースが併設されています。新橋方面を目指します。再び、乗客は私だけ。次が、東京メトロ有楽町線とゆりかもめが乗り入れる、豊洲です。乗り換え動線のある場所を通り過ぎて、次の交差点を左折。多くのバス路線が乗り入れるバスロータリーも通り過ぎます。朝8時半過ぎなので、ロータリーの乗り場には長蛇の列が。東京 BRT の乗り場はこの次です。乗り場には屋根はなく、待っている人は10人ほどで、ちょっと寂しい感じです。この先では、逆方向だけ一部車線が高架になっており、交差点2カ所をショートカットできます。そしてこの次が、晴海 BRT ターミナル。プレ運行2時の開始に先立って、場所が移されたバス停です。移設前の乗り場がこの後ろ、歩道の右奥、マンション群の真ん中にある、この場所です。バスの待機所の機能は残っているものの、乗り場の目印などは全て撤去され、展示ブロックの一部だけが残っています。移転した後はターミナル間のない普通のバス停で、路線が延長されたのもあって通過点のようですが、豊洲とここでは始発終着便があり、全てが道のテラス豊洲まで運行されるわけではありません。道のテラス豊洲発の便は、日中は1時間あたり1、2本程度です。一方、将来ここに BRT 乗り場が戻され、施設も立派になるそうですが、その気配はまだありません。そびえ立つタワマンの真ん中で、ここだけが不自然に空いています。そして皆さんお気づきの通り、東京 BRT にはクリアすべき課題が残っています。現在、東京 BRT のルートはすべて一般の道路で、専用道路や専用車線ではありません。交差点での信号待ちも一般の車両と同じであり、歩行者を待つので時間がかかる場面も少なくありません。交差点をショートカットできる車線は限られ、時々 BRT も交差点をショートカットできるルートから外れているなど、もったいない点も見られます。また、バス停で運賃収受はできず、すべてバス車内での生産。
車両も連接バスは少なく、他の車両のサイズは一般のバスと同じです。BRT の定義には幅があるとはいえ、今の状態は一般の路線バスと同じであり、東京 BRT は BRT とは言えません。また、一部のバス停を除き、バス停には屋根がありません。ウェブサイトでは屋根付きの施設がアピールされていますが、プレ運行2時の段階で屋根付きなのは、建物内などにあるバス停を除けば新橋だけ。今後どのバス停を屋根付きにするかも固まっていないようです。晴海 BRT ターミナルの前後には、都営バスと区のコミュニティバスのバス停があり、それらは両方とも屋根付きなのに比べ、なんだか寂しい感じです。都営バスの停留所には、次のバスが走っている場所を知らせる機能付きのものもありますが、東京 BRT にはそうしたものもありません。専用道路や車線の整備のめどは立っておらず、交差点を優先的に通れる制御の導入を検討しているそうですが、道路が渋滞してしまえば、定時性は確保できなくなります。今回は信号以外での渋滞はほぼなかったものの、今後晴海フラッグの街開きなどで人口が増えれば、そうはいかなくなる可能性もあります。将来的には全てのドアから乗降ができるよう IC カードリーダーがついていますが、今のところカバーがかけられており、運賃生産は一番前のドアだけで行っているため、そうした点でも遅延リスクにつながります。新橋駅の乗り場は JR や地下鉄の駅から離れており、駅前にある都営バスに比べ、利便性が劣ります。また、ここはルートから1個入った場所にあり、特に豊洲方面に行くときはぐるりと回り込むため、余計な時間がかかり、信号待ちも増えます。そして、新橋駅の地下にある発車案内モニターに出るのは都営バスだけで、東京 BRT の案内がありません。バスの運行は、東京千葉などに路線を持つ京成バスと、同社が設立した新会社、東京 BRT 株式会社が担っており、都営バスとは別組織。都営バスには多様な系統があり、JR や地下鉄と連携したフリーパスもある一方、東京 BRT は連携に欠けています。そして先ほど触れた晴海 BRT ターミナルの跡地周辺は、東京都港湾局の土地。ターミナルの整備には近隣住民や関係先との協議事項も多く、時間がかかっています。また、プレ運行2時開始以降移設予定という曖昧な書き方をされているバス停もあるなど、一筋縄ではいかない部分が見え隠れします。そして去年11月には、東京都が臨海地下鉄構想を発表。総延長 6.1 キロで、その一部は幹線ルートと被っています。東京 BRT の今後が危ぶまれそうな展開ですが、この新線の建設費は、東京都の発表ではおよそ4200から5100億円。1キロあたりでは、およそ690から840億円に達します。過去の公営地下鉄の建設費で最も高額だったのが、1996年度から2000年度の1キロあたり293億円。その 2.4 倍から 2.9 倍という莫大なコストがかかります。これは他の路線より深い場所を走ることや、道幅が狭く、2層建ての駅が必要なことなどが理由です。東京都は2040年の開業を目指すとしていますが、その通りに行くかは不透明です。一方東京 BRT も、これまで触れた課題を解消しない限り、BRT としての将来性には疑問がつきまといます。7月16日には再びダイヤ改正が行われ、幹線ルートに続き、晴海豊洲ルートが大幅増便。道のテラス豊洲発着の便が、日中もおおむね20分間隔になるなど、大変化が訪れます。晴海フラッグの街開きまで1年を切る中、利便性向上の積極策に出ているだけに、今後に期待です。ご視聴ありがとうございました。